下の方向に力を入れずに中骨がこんな感じで簡単に断ち切れますんで、先端を刺して水圧で血と神経を抜いていくと。今日はこれね、クエというと10キロ20キロの大型の魚をイメージする方も多いと思うんですけれど、クエっていうのはね、こういうね2キロ前後の小さなクエも水揚げがありまして、こういったクエもね十分美味しく食べることができますので、今日は魚の熟成方法と、しゃぶしゃぶ食べ方を紹介しようかと思います。熟成させる際はこの鱗をきれいに取ってから魚を寝かせますんで、まずはこれね、すき引きをするのにヒレが邪魔なので、このクエのヒレを、ハサミで切り落としますと。でこれね、骨は結構硬いので、このねハサミで切る際に怪我をしないように気をつけながら作業を進めてくださいと。そうでね、このヒレを落とす際はね、こんな感じでね、何にも考えずに作業するとちょっとこうヒレがね残ったりしちゃうんですけれど、なるべくねこの身の際を狙ってヒレのねこの骨が残らないように切り落とすと、この後のねすき引きの際に包丁がこの背びれの残りにね引っかかるようなことがありませんので、なるべくねギリギリを狙ってヒレを切り落としてください。ここからすき引きをしていきます。すき引きはこのね、こっち向きでもこっち向きでもやりやすい方で作業していただければと思うんですが、こんな感じでね、ヒレの際から作業をしていくと比較的綺麗にすき引きできるのかなと思いますんで、クエはねこっちの下の皮が結構厚みがあって硬いので、意外とねすき引きはしやすい魚かなと思ったりしますかね。ヒラメなんかはねこの下の皮が結構薄いので、この下の皮を傷つけてしまったりするんですが、クエなんかは結構ねサクサクっと作業してもこの下の皮を貫通してしまうなんてことは少ないですかね。ですき引きのねコツは、下の方向に力を入れずに前後の動きだけで鱗を切り進めていくイメージで作業をすると失敗しづらいですかね。これをね、この前後に動かす幅が狭いとどうしてもねこっちに力が入りやすいので、なるべく包丁をね大きく動かしながら作業をすると。力はほとんど入れずにこの包丁の刃で切り進めていくイメージで作業をしてくださいと。下に包丁が行くのが怖くて、今度ねこっちの上に力を入れすぎるとこの鱗がね途中で切れて、それはそれでねうまくすき引きできませんので、この魚のね表面に包丁を優しく当てるようなイメージで作業を進めていきますと。でね、クエっていうのはね鍋なんかにして美味しい高級魚ですので、どうしてもね冬のイメージがあるかと思うんですが、水揚げ自体はね結構通年を通して水揚げありまして、あとね味もね夏場でも結構脂の乗ってる魚ではありますかね。ただね水揚げ自体が少ないんでなかなか食べる機会は少ないかと思うんですが、1年を通してねそこまで味に差はない魚ですかね。こんな感じでね、ヒレの際までなるべく丁寧に鱗をすき取りまして、片面が終わったら、今度裏側のすき引きを進めていきますと。このカマを食べる際に結構ね鱗が気になるので、このカマの部分のね鱗もこういった形で落としておくと、釜焼きなんかした際にね、食べやすいので、この辺はね、ちょっと気を使って作業をしておくと仕上がりが良いですかね。でね、クエはね主に九州だとかね山口だとか西の方で水揚げの多い魚でして、関東では意外と水揚げは少なかったりしますかね。クエっていうのはね養殖もされていて、養殖物のねクエなんかも出荷されてくるんですけれど、クエってね育つのが非常に遅い魚らしくて、
養殖しても出荷するまでに5年6年かかったりで、そうなってくるとね、当然値段も高いまま流通しますんで、養殖のクエでも結構なね高級魚という扱いになりますかね。最後この何て言うんですか、両側のつなぎ目の頭のラインの鱗まで綺麗にね突き引きできましたら、ここから頭を落として内臓を描いていきます。頭を落とす際はね、この腹びれのラインから1本包丁を入れまして、でこのね胸びれのラインとエラの付け根のラインで頭を落とすんですが、この骨が非常に硬い魚なんですよね。この中骨を切り落とす際にしっかりとねこのね骨の関節に入らないと相当ね頭を落とすのに苦労するかと思うので、うまいこと包丁を使って、あとはね経験ですよね。骨の継ぎ目を狙って包丁を入れて頭を落としてくださいと。そうで、どうしてもねこれ骨が見つからないって場合は、お腹を開いて、でこのね腹びれとこの胸びれをね外して、ちょっとねこの内臓をかき出して、でこの腹膜なんかもね軽く包丁で処理して、こんな感じでねお腹を開くと、ここのね魚の顎のラインからこうやってねこの中骨の形がはっきりと見えますので、凹凸がある部分が骨の継ぎ目なので、ここを狙って、包丁を入れれば力を入れずともね中骨がこんな感じで簡単に断ち切れますんで、よかったらね参考に作業をしてみてくださいと。しっかりとね骨の継ぎ目に包丁が入ればさほど力を入れずとも頭は落ちると思いますんで、頭を落としましたら、ここにね腹膜がついていますんで、この腹膜と、軽くね血合いをかき出しておいてくださいと。ピラッとしたね腹膜はここで包丁でね切り外してしまって構いませんので、この後水洗いする際にこのね残った血合いを、歯ブラシだとか使ってきれいにね洗い流すと。なのでここのね腹膜に傷を入れておかないとこの血合いがきれいにかき出せないので。続いてねこれ尻尾、尻尾を切り落とすんですけれど、魚っていうのは基本的にこうね尻尾に向かって身が細くなってきて、尻尾の手前でちょっとまた太くなるんですよ。一番細いところ、このラインで、尻尾を切り落としてくださいと。こっち側の尻尾にも身が残ってしまうんですけれど、今回はね、クエを熟成させるので骨の隙間から、水を流してねお店なんかでは熟成させるんですよ。でこの骨のね血管があんまり尻尾の際で落とすと細くてねチューブが入らないので、この一番細くなっているラインで尻尾を落としますと。これ残った尻尾はね焼いて食べても美味しいので、有効活用してくださいと。ここで一度、水洗いして、このね血合いをきれいにかき出しますと。血合いを洗い流しましたら、ここからね、熟成をさせていくんですけれど、これね、このまま保存しても良いんですけれど、多分ね YouTube なんかにも結構動画が上がってると思って皆さん知ってると思うんですけれど、これねお店でやるときはねこのつもと式っていうね、ここの、下の血管とね上の脊髄とを抜いてから熟成をさせていくっていう方法を、使いますと。この器具自体はこのね押すとねこの水がこの先から出るようになっているんで、注射器、細いスポイトみたいな注射器なんかでも全然代用できるので、よかったらねご家庭でも試してみてくださいと。ここがね中骨でして、この中骨の下にここね、1本血管があるのと、中骨の背中側にねこの神経の入っている空間があるので、この2箇所に先端を刺して水圧で血と神経を抜いていくと。この尻尾側からこの
お腹側のこの血管に器具を差し込んで、ここから水を出して水圧で血を抜きます。どうなるかと言いますと、ここからね今水を入れるとこの骨の中に残った血がどんどん流れて出てくるのが分かりますかね。こんな感じでこうね、尻尾から入った水が、このね中骨の下を通ってここから抜けてくるので、こういった作業をすると、持ちがね良くなりますよ。つもと式というね本家の動画があるので、別にね僕の動画でわざわざ説明するようなことでもないんですけれど、興味のある方はねつもと式って調べて本家の動画を見てくださいと。で続いて、今ねこっちのお腹側の血管に管を入れたんですけれど、今度はこのね背中側のこの穴にこのチューブを入れて水を流しますと。そうするとね今度こっちからこんな感じでね水が抜けるんですけれど、水を流しますと頭からね水が抜けてくるんですけれど、そのね水に乗ってこんな感じでね、ちょっと分かりづらいですけど中骨のね中に残った神経が水と一緒に抜けてきますんで、この神経をね、きれいに抜き取って、そうこんな感じでね、これが中骨の中に入ってるんですよ。この神経をきれいに抜いておくと魚のね腐敗が進みづらいですよと。一通り作業し終わったら一度魚をきれいに水洗いしてここから保存していきますと。保存する際はペーパーでくるむんですけれど、このお腹側の、血合いのあった部分にしっかりとペーパーを当てまして、でそこから魚全体をしっかりとペーパーでくるんでビニール袋か何かに入れて、カチカチにね氷を詰めて保存すると。なるべくね0度に近い状態で保存するといったイメージですね。でこのペーパーはね1日で変えるか、日が経ってくればね2日に1回ぐらい交換するだけでも十分に持ちますので、こういった形で氷詰めにして保存してくださいと。10日ほど寝かせた、クエでございますと。しっかり寝かせると最初はゴワゴワしていた身がしっとりとしてくるかと思いますんで、身がね十分にしっとりしますと、クエの味がしっかりと出てきますので、身を下ろしていきますと。一度で使い切ってしまう場合はここからお腹に包丁入れて背中に包丁入れて3枚に下ろせば良いんですが、例えばねその当日に半身も量は使わないと、このね例えば背だけでいいなんて場合にはこういったねクエのような魚でも、5枚おろしにすることが可能ですんで、その方法をね紹介しようかと思いますと。5枚おろしにする場合はこのね中骨の位置に、まずは縦に包丁を入れますと。中骨の位置にしっかりと包丁が入りましたら、背中かお腹使う身の方に包丁を入れていきますと。そうでね、熟成させた魚というのは結構ね身の水分が抜けてねっとりと包丁にね絡みつくような感覚があるかと思うので、ちょっとねその辺普通の魚とはさばいている時の感触が違いますんで、しっとり感を感じながら、包丁を切り進めていくと。このラインまで達しましたら、あとはねこの中骨の丸みがある分、そこで身がつながっていますんで、その身を切り離すと、そうすると自然とこんな感じでね身が外れますので、5枚おろしにすることができると。残ったこちらの身はまたねペーパーをして氷につけて保存すれば、追加でね熟成が進んでいきますんで、大型のね魚の場合はこういったおろし方もありますよと。切り出した身の処理なんですが、もしね中骨が身に残っていたら、このね磨くなり抜くなりしてほしいんですが、
残っていないようでしたらそのままねさばくこと可能ですんで、そのまま身を使っていきます。ここからしゃぶしゃぶ用に切り出していくんですが、クエの場合はね皮が非常にね厚みがあって硬い魚ですので、皮はね別途で、添えてしゃぶしゃぶにするような形にします。切り出す時はねこういった形で包丁で身を切り進めて、最後皮をねこういった形でこそげるように身を切り出していくと。身に包丁を入れまして、このね皮に当たったところで包丁が自然とね身の感覚と皮の感覚で感覚が変わるところがありますんで、そこからね包丁を横にスライドさせるようにして、身をこういった形で切り出していくと。このね切り方自体は慣れればねそんなに難しい作業ではないので、よかったらね試してみてくださいと。身を切り出しましたら、残った皮はこういった形で、切り離してで別途で使うと、しゃぶしゃぶのこの地を作っていくんですが、身は適当にねお皿に並べて、皮は食べよい大きさにカットしておくと良いかと思いますと。しゃぶしゃぶというのはねこの地、このしゃぶしゃぶするね出汁にしっかりと下味をつけておくことが美味しく食べるねポイントの一つかなと思います。まずは、昆布ですね。水に一片昆布を入れて昆布だしを取ります。地がふつふつと沸いてきましたら沸騰直前で昆布を取り出します。続きましてこのね沸いた地に、お酒日本酒を少々加えます。お酒を加えた地にね、お塩を一つまみと、薄口醤油を適量垂らしまして、ちょっと塩気の効いた出汁を作ると。塩ベースのねおでんのようなしゃぶしゃぶの地を作るというのが、このね、しゃぶしゃぶを美味しく食べるポイントですかね。そうしまして、鍋が沸きましたら先にねこちらクエの皮を湯に落とします。クエの皮っていうのは硬いので、だいたい30秒ぐらい湯に落として火を入れるとねっとりとしたねゼラチンの食感を楽しめるかと思うので、ポン酢だとかね、塩だとかをつけて食べると。続きまして、このクエの身ですね。このクエの身に火を入れていくんですが、クエの身はねだいたいね10秒から20秒の間ぐらい、身のね厚みにもよるんですが、火を入れるね目安としては中までは完全に火が入っていないような、そんなね火の入り具合が美味しいのかなと僕は思いますかね。これね完全に僕の感覚なんですけれど、クエってね生で食べるよりも割とね火を入れた方が魚の味が出るのかなと思っていまして、しゃぶしゃぶっていうとね表面だけさっと火を入れて、あと中は半生で食べるような印象があるかもしれませんが、クエの場合はちょっとだけ長めにね火を入れて、真ん中はレアみたいなそんな状態を目指すと、クエしゃぶは食感もあってね美味しく食べられるのかなと思いますので、そういった理由でねちょっと長めに火を通すようにしております。クエの身と皮に火が入りましたら、あとは盛り付けて食べるだけと。試しに1枚クエの身を切ってみますと、こういった形でねこの周りは、白く火が入っていて、真ん中はねまだこの生っぽい色が残っているような、こういった火の通し加減がね美味しいのかなと僕は思いますかね。もちろん鍋にしてその都度ね、火を入れながらしゃぶしゃぶしながら食べるのが美味しいのかとは思うんですが、状況によってね鍋じゃなくてあらかじめ火を通して食べたいなんて場合は、器に盛り付けて召し上がってくださいと。で皮もね一緒に添えて食べると美味しいかと思いますんで、下味がついてはいるんですが、
大根おろしだとかね、ポン酢だとかこういったね、さっと味をつけて食べると美味しく食べられるかと思いますので、この辺はねすだちでも柚子でも、ちょっとね塩を添えても美味しいかと思うので好みの味付けで召し上がってくださいと。そうでね、ポン酢だとかね塩つけるのになんでだしに下味をつけるのかと思うかもしれないんですが、これね僕はねクエの場合はねしっかりと下味をつけてポン酢などを合わせた方が美味しく感じるので、こういった作り方をしておりますと。はい、ということで、本日はね、クエの熟成方法としゃぶしゃぶの作り方でございました。以上です。